はい、皆さん、こんにちは。ちょっと見てください。ずーっとスクロールします。いっぱい写真がありますよね。バンドの写真です。こんな画像なんですけれども、ここ最近とってもいい画像を作ろうと思ったら、ナノバナナプロを使っている方も随分多いと思います。ジェミニから使うとですね、ウォーターマークが入ったりして、ちょっと面倒ですが、他のプラットフォームソフトから API 経由で使うとですね、画像にはウォーターマークも入りません。そしてなんと先日からお話をしています。グローバ AI という AI があります。この AI は画像のモデルを選んだりすることができます。やはり一番人気のナノバナナプロジェミニ 3.0 プロこれが使えるんですね。そしてなんと今現代ですけれども使い放題なんです。いくら使っても自分のポイントが減ったりしません。右の端の方にありますように、全く減っていません。公式サイトを見てもそのように今は書いています。そんなことで昨日緊急でですね、画像を上手に使うための GPT 図を開発しました。ちょっとそれを今日はご紹介したいと思いますので、見てください。ではやっていきましょう。その GPT というのは今、画面にあります。画像プロンプト、自動エージェント対応というものです。このソフトは今後いろんなエージェント型の画像、ソフトができても多分使えるんではないかな。そんな風に思っていますし、アップデートをしていきたい。そんな風に思っています。そして今日お話しする本筋とは違ってですね。このソフトは将来に向けて新しい試みをしています。このノート記事の後半に、実はこのソフトフォーマット指定もできるんです。先生が作られたフォーマットだけではなくて、タイトルと画像と文章こんなようなプレゼンテーションのフォーマットみたいなもの。こんなものにも対応できるように、内部的には準備をしています。こちらの枠、先生が何をしたいかわかりますでしょうか？漫画ソフトで1ページ分を書いたらですね、今のところ、ナノバナナプロでも左側の上からですね、画像1になるんです。今で言えば画像3の部分が1画像になってしまう。これ日本の漫画ではルールが少し違うんですね。ただしこのルールというのは変わっていくものだというふうに思っています。なぜならその AI の音楽を作った時にでも、従来の音楽家の人たちは1番と2番と3番というこの歌詞をですね、なるべく音の数を合わせて字余り字足らずが、一文字前後ぐらいでですね、まあなんとか収まるというのを目指しているわけです。先生の方でも網羅カウント合わせとかいうようなことをやって字数が合うようなソフトを作っているんですけれども、その AI とかは字数が5文字ぐらい多くても上手に歌い込むんですね。1番と2番と3番が同じでないといけないというのは昔のルールのように思うんです。新しい音楽を作るときにそのルールは撤廃してでもですね、1番と2番が必ず同じでなきゃいけないというのは AI 時代にはどうか先生の試験ですけれども、そんな風に思われているそうです。じゃあ話は元に戻します。こんな機能が今も内部的には実装しているんですけれども、このテンプレートをもっとたくさん作ってから皆さんにご紹介したいと思っています。今日はですから、そのテンプレートの話は置いておきます。では早速先生の GPT でどんなことができるのか見ていただきましょう。画像を作ってというボタンを押します。そうするとここでテンプレートはありますかと聞いてきます。先ほどの話です。ここでは、なしの場合は、なし、もしくは0と回答してくださいと出ています。0を押します。次2つ目の質問としましては、アスペクト比を聞いてきます。今回は16対9で作ってみましょう。2番というのを押します。この画像はどんな目的で使いますかということなんで、先生の視聴者さんの一番多い音楽画像。これを作ることでやってみたいと思います。音楽バンドの画像を作るこんな風に言って送信します。大枠のストーリー全体コンセプトを教えてくださいという風に言ってきます。演奏開始から演奏の終わりまで。
バンドのいろんなスタイルをいっぱい画像を作りたいと思います。演奏開始から終了で挨拶するまで、バンドステージをいろいろ作りたい。こんな風に言ってみます。次はテイストを選んでくださいという風に言ってきますので、実写風にしましょう。日本人のガールズバンドで、実写風こんな風にして送ります。作成したい画像ページはどれぐらいですかということで、そうですね、15枚ということで作ってみましょう。今はフロー場で大量に作れますので、今のうちに皆さん画像をいっぱいストックしておきましょう。そうしましたら、まとめを書いてくれています。テンプレートはなしのアスペクト比16対9目的は、音楽バンドの画像を作るコンセプトは演奏開始から演奏終了の挨拶までの流れを作るテイスト。日本人ガールズバンドの実写風枚数は15枚という風になっています。それではストーリーボードをキャンバスで作成してよいですか？ということで、はいと言います。キャンバスというのは GPT の編集ができるような画面のことを言います。ページ1からいろいろ書いてくれています。例えば、ページ2のところをしっかり見ましょう。画像の提案。案1ということで暗転したステージにメンバーがシルエットで立っている。画像提案2ということで、ライトが一気に点灯し、観客の歓声が上がる瞬間こんな風に言ってくれています。文章は、光と音が会場を包み込むとか、ライブの幕が今開くとか、こんな風に書いてくれていますが、言葉はいりません。このようにしてみてですね、いらない演出などがありましたら、編集するというボタンを押します。そしたら、編集モードに入ります。こちらはいらないとか思ったら、これを消します。このようにしながら消していくといいと思います。自分が好む方を選択していきます。今途中ですが、途中でもちょっと終了しようと思います。画面の左の方ですね。ここで×を押します。そして今簡単に編集しました。しかし2案残しているシーンもあります。それはあなたに任せます。こんな風に言って送ります。皆さんはちゃんと見てですね。どっちがいいかと回答のしてもいいですけれども。こんな横着な返答の仕方もあるということを覚えておいてください。一番上に了解しました。キャンバスを確認しましたが、あなたが簡易編集した後が反映されており、一部のページに画像提案案1、2の片方が空欄の状態が残っていますね。あなたのご希望通り空欄になっている箇所の画像提案は、こちらで保管しながらみたいなことを書いています。じゃあここで、空間の画像案はどんな方向性で保管しますか？ということで、1番から5番の提案がありますより、ドラマチックな案で保管するという風にしましょう。2番 OK であれば、うんぬんという風になっています。OK にします。そうすると、最終エージェント向け、プロンプト生成というのが出てきます。読むよりも無料ですから、コードをコピーしましょう。そしてフローバ AI の方に移っていきます。先ほどのようにモデルを選択しまして、今コピーしてきたプロンプトを貼り付けます。そして生成をするんですが、ここで少し足しておいてもいいと思います。画像は止まることなく一気にアセットを描いて、そんな風に言います。そして生成をします。そうしますと、12ページ分のプロンプトが渡されることになります。先頭にはキャラクターシートがこのようにあります。ページに入る前に画像の統一性を持たせられるために、キャラクターシートも自動で作ってくれるように開発しています。あとはもう時間を待つだけと思ってください。一番下に、今ストーリーボードこれを生成中という風になります。もうじき、左の方に出力が出てきたりします。今出てきました通信環境などにもよりますが、最初プロンプトを送ってから2分ぐらいでストーリーボードを作り出しました。もう一度確認しますが、今残っているクレジットは4680です。はい、今あれから4分いわゆる戦闘からは6分ぐらい経ちました。もうエージェントの方はどんな風に作るか分析というかは終わっています。そしてアセット生成中という風になっていますね。
画面の左を見てください。今、画像生成をやっています。44%、47%、51%こんな風にカウントをしています。そしてもうできたようですね。右に画像リストというのが出てきました。左の方はどんどん作っていっています。そしてこの間にはですね、大きくして確認をしたりすることができます。4人のバンドのようですね。上は立ち絵で下は上半身、そんな感じにキャラクターシートが作られています。閉じます。ずっと見るともう出来上がっている画像もたくさんあります。これを覗いてみましょう。ステージの後ろからカメラワークしています。こちらはボーカリストですね。ズームアップされた画像が作られています。右にアイコンができている部分は全部作られているということです。このようにドラムのアップ。そしてこれはベーシストのアップです。観客席の方から見た画像。ボーカルがしんみり歌っている。そんな様子も見て取れます。これはバンドメンバーではないようですね。観客の気持ちを涙している部分なんかを描いてくれています。素晴らしいですね。こんなことまで言っていませんでしたが、こういうシーンも作ってくれたということです。躍動感のあるステージ画像が2つ作られています。そして喋っている間に右の方で完了しました。ということで出ています。音楽を生成しますか？という風に言ってきました。簡単なスライドショーを作ってみましょう。今日のお話とは違う話です。皆さんに同じなら、これで動画じゃなくて、スライドショーの音楽動画を作ろうという話です。では、そんな風に指示をしてみましょう。スライドショーの音楽。アセットの動画はいらないスライドショーのような動画にしたい。音楽イコール尺は1分30秒ほどでお願い的には同じ画像を使っても良い。早く画像をチェンジしたり工夫をしてね。こんな風に言います。ではタイムラインを作ってもらいましょう。タイムライン作ってという風に追加しました。送信します。この送信はですね、Windows の場合、コントロールキー Mac の場合、コマンドキーを押しながら、エンターを押すと送信ができます。今、入れたような定型文とでも言いましょうか。この入力も一瞬でペーストできます。今は音楽を作ってくれています。今、音楽ができたようですね。そして、タイムラインを作ってくれています。今のところまで約ですけれども、20分ぐらいでできました。画像のチェックで皆さんにお話ししている時間とかも含めてそれぐらいで出来上がっています。動画の組み立てが完了しました。ということで出ています。タイムラインを左から覗いてみましょう。ちょっと最初にですね、キャラクターシートも入っています。こんな時はキャラクターシートを抜いてと言ってもいいですが、後から動画ソフトなどで削除してもいいと思います。では再生をしてみましょう。
くフェードアウトもやってくれましたね。一番最後に見せたこれはですね、今日の動画の目的外の部分でしたが、皆さんによくわかっていただいたと思います。これで動画にすればいいんですが、残りクレジットを見てください。4680最初に言ったままですよね。ですから、何のお金もかかっていなかったということになります。そしてこの画像をダウンロードしたいときは、方法がいろいろありますけれども、ここでエクスポートというのを押します。すると3つメニューがあります。このうちの2つ目は PR ファイルというのはですね、ファイナルカットプロやプリメラ、もしくはダヴィンチでできるような形式でダウンロードをさせてくれます。その時にはメディアというフォルダーにまとまってくれます。フォルダーバラバラになっていい場合はですね、すべてのファイルというのがありますので、これでダウンロードをしてもいいということになります。私はまとまっている方がいいですので、この PR ファイルを選択します。そしてわかりやすくダウンロードフォルダーのところに保存をしたいと思います。ダウンロードが完了しましたら、圧縮ファイルになっていますので、ちょっと覗いてみましょう。このように ZIP ファイルになっていますので、これを解凍しましょう。ファイルが解凍されました。ここにメディアというフォルダーがあります。PNG ファイルがバラバラになってくれています。ちょっとわかりやすいようにアイコン表示してみましょう。こんな感じです。一つ開いてみましょう。こんなようなシーンが出ています。他も見てみます。どうでしょうか？画像の品質そしてバンドのステージ衣装などの一貫性。この辺のところも一貫性とってもいいんではないかなと思います。このキャラクターシートの通りになっていますよね。これは後ろだからよくわかりません。何せキャラの一貫性が保たれて、こんな風に自動でできます。先ほども言いましたように作りかけてから約20分くらいで何も待っている必要もありません。他の作業をしたりですね、ご飯を食べに行ったり、そんな形で自動的にやってくれます。では今日紹介したソフトは、緊急で開発をしました。ぜひぜひ概要欄からですね、ノート記事の方に飛んでいただいて、ご購入いただくととっても励みになります。ではフローバ AI。一番低価格でやればですね。1ヶ月3、4000円の費用でできます。まだ不安だなと思うような方でしたら、月額課金でやられるのもいいと思います。私は、スタータープランという一番下のプランでですね、月額課金はしました。19ドルでした。本当に動画生成のパラダイムシフトが起こったと言っても過言ではありません。ミュージックビデオそして YouTube 動画そういうのを作るのであれば必須アイテムのようになる可能性もありますね。似顔絵島の村長先生の素晴らしい動画を音声をリニューアルしてお届けしました。楽しんでいただけたならグッドボタンとチャンネル登録で応援していただけると励みになります。では今日はありがとうございました。今後もですね、フローバー AI の進化を追っていきたいと思います。またね。